人生には師匠が必要っていう話ですね。少し前のご法話で、生き方の師匠はお釈迦様であり、社会の中では生まれてからこれまでいろいろな人に教わってきたのだと聞きました。生き方の師匠はお釈迦様であるのは分かったのですが、会社などで教える側、先輩、上司の人格がどうしようもない人であった場合は、その人に従う必要はあるのでしょうか。人格を否定されるような扱いを受けても、先輩として上司として敬わなければならないのでしょうか。そのあたりが分からなかったので教えていただきたいと思います。はい、ポイントはこれなんですね。我々は赤ちゃんと生まれた時から毎頭に教わって死ぬ瞬間まで、どうしようもないこれは抜けられない状態なんですね。魚で生まれたら死ぬまで水の中にいろと余計なことするなよということなような状態になるんですね。人間で生まれたならば、あんたはもう他人から教わってもらいなさいという条件からはちょっと抜けられないんですね。それを理解してください。だから、人を尊敬する、敬う場合は、そういうのは特別ケースなんですね。人類を敬ってくださいって言ったら、いい加減な言葉なんですね。先輩だから敬いなさいって言ったら、これって無責任な、いい加減な言葉なんですね。だからそこら辺で理性を持って考えなくちゃいけないんですね。たとえ年齢が上であっても、自分が教えてあげなくちゃいけない人々も出てくるでしょうね。時々、高校生なんですけど、40歳のおじさんに、こういうふうにやりますよと教えてくれる場合もあるでしょうね。だから、例えばこの大人たちがね、いろんな学校を作ってやってるでしょうね。カルチャースクールみたいなところでね。そこでカルチャースクールで生徒を通して入った人々はもう65歳、70歳とかね。教える人は35歳だからね、まずその人は一人一人の年上の年配でね、ご挨拶して敬ってから授業始めると、なんか話にならんですね。だから、そこは理性で理解してください。教える先生は35歳ですけど、もう生徒が73歳やとね、しょうがないんですね。生徒としていなくちゃいけないんですね。相手のことを先生と呼ばなくちゃいけないんですね。だから、敬うということは仏教はそうやって合理的に見ていることなんですね。だから、社会は複雑ですよ。それを理解して複雑さに合わせなくちゃいけないんですね。会社でどうしても上司がいて、上司がいろんなことも教えなくちゃいけない。もしこの上司の性格が悪くて、上司の指導通りにやっちゃうとダメになる場合もあります。会社が損する場合もあります。もしかすると上司が部下のことを嫌いで、こいつはクビになるようにしてやるぞと、間違った指導する可能性も世の中のことだから、これはあり得るんですよ。だから自分自身がどう対応するのかっていうことは、自分自身の学んだことを実行することになるんですね。だから私は幸せに生きるために学んでいきますと。この会社の上司が言う通りにやっちゃうと、幸せに来るところか私がクビになって、あるいは会社に損害を与えた時逮捕される羽目にもなるかもしれませんし。だからいかにそれは避けるのかと。で、同時に上司の指導はちゃんと聞いているように、もうどうすればよろしいのかということを自分自身で考えた方がいいんですね。だから先輩は言うことを聞くんだけど、先輩は言うことを何でもかんでも聞くんじゃないんですね。いつでも
自分の幸福、社会の幸福、周りの幸福っていうことは、決まる時の、指導を受ける時の、なんて言いますか、このガイドラインでしょ。で、それに合わせて、このフォーマットに合わせて、指導を受けなくちゃいけないんです。だから、指導に場合でも、最近の言葉で言うと、それには、それなりのアルゴリズムがあるんですね。いわゆる成長。あるいは幸福、幸せ。何でもいいんです、それは。で、そのアルゴリズムに合わせて指導を受けるんです。アルゴリズムに合わない、いわゆる成長ではなくて、落第と言えないね。交代するアドバイスをしたと。言ったらその人はもうどうせも同士だから、はい、わかりまで言って、それは自分のプログラムから実行しないで削除しなくちゃいけないんです。だから、はい、受理しまったと。向こうはインポットするものだから、自分のアルゴリズムにそれはインポットする。インポットしてもそれは実行するかと判断する場合は、アルゴリズムに合わないんだから、そこは削除する。で、そういうふうな生き方、誰だってしなくちゃいけないんですね。ですから、例えば、あまり関係に応じて否定した方が良い場合もあります。だって会社ではまずいかもしれませんだけど、例えば誰かがある生徒を宣伝してくる。この生徒の方がすごくいいですよ。こちらに入って応援してくださいとかね。自分の政治的好みは違うんだったら、その人と議論して、あるいは議論もしないで、私はもう違いますよと。帰ってちょうだいと、一発で否定することができます。その場合は、相手が別に自分を殴ってくれるわけではないし、会社で自分をクビにさせることではないんですね。だから、そこは臨機応変で考えなくちゃいけない。この否定してもいい時もあるし、ああ、そうですか、よくわかりましたと、ストップするべきところもありますし、じゃあそのうち考えますというふうに否定する場合もあるし、いろいろですよ。はい。それで、この新興宗教みたいに迷信的に敬う必要はないんです。敬う場合も、敬うために値するのかとチェックしなくちゃいけないんですね。それ、すべて合格しているのはお釈迦様だけで、お釈迦様は人生の先生だから、お釈迦様の場合はもうおっしゃってることすべて完全で、もうしょうがないんですね。それでも我々はお釈迦様おっしゃってるものは全部やってないんですね。自分でいろいろこれならやる、これならやらんと決めてるくせに、あれほど偉大なる師匠なのに。だから即世間のことは言うまではないでしょうね。お釈迦様の教え経典読んでみると、我々やってないんですね、その通りに。やってないからといって反仏教ってそうじゃないんです。真剣真面目に仏教徒なんです。生徒なんです。だから、完全たる教えなのに、純金のように、99.999ではなくて 100% の純金の教えなのに、我々は自分勝手で、自分のアルゴリズムに合わせて受け取っているでしょう。だから即世間なことは言う必要でもないでしょう。はい。はい、ありがとうございます。